ブルースナイパーの 109MH、 こちらの方をキャストしながら説明させていただきたいと思います。でリールの方がステラの8000番に P が4号のリーダーがですね、70ポンドを入れてます。で、まずはセットアッパーの145、こちらの方からご紹介しようと思います。非常にプラグが使いやすいロッドになってますので、ちょっとよろしくお願いします。自分の方もちょっと軽く投げてみようと思います。P4 号ですね、もう非常に飛びますね。でこの引き抵抗もしっかりとティップの方に伝わってくるので、潮の変化だったりとか流れが出てるところとか分かりやすいと思います。シャローエリアでトップで出ない場合とか、ジグじゃもうすぐボトムを取ってしまうようなシチュエーションの時はやっぱもうこのミノが強いですよね。しっかりと今後のゆっくりのスピードでもロッドには抵抗が伝わっているので巻き心地が非常にいいですね。P4 号なんですけど、もう飛距離はすごく出るので、4号を入れてシャローエリアでちょっときついような場所ですよね。そういうところでももうドライグ締め込んで、このレングスを生かして差を立てるんで、やっぱこのシャローのところとかすごく得意ですよね。もちろん足場が高いそばでも得意ですけど、そういうシャローで遠投して魚を出すっていう釣りにもすごく向いてるロッドになってますね。はい、ラピードの160をやってみます。このレングスを生かしてだいぶの時間が長くできるので、ちょっと足場が高いところでも大ペンの操作性はすごく上がってますね。ストロークの長いアクションですよね。これがやりやすいですね。輪かまして、この109はプラッキングモデルなんで、ジグの操作もいいんですけど、プラッグの操作が非常にいいですよね。このダイブアクションのミスエラーも少ないんで、点で入れてやることもできるし、ちょっとピッチですね。このロングもやりやすいですね。はい、別注被弾バスの190ですね。こちらを投げてみます。この19センチのダイビングペンシルも引きやすいですね。全然引き負けしないんで、この水の中でダイブしてアクションが得意ですね。飛距離もめちゃくちゃ出ますね。遠いところでもしっかりとアクションできるので、無理に力入れてこのエラーが起こりにくいですよね。足場が高い外からだと非常に有効なレングスになってきますね。もう飛距離も抜群ですね。はい、次はメタルジグの、105g ですね。こちらの方をやってみます。ジグのコンフォートが 80g なんですけど、105g もしっかりと
振り抜くことができますね。よいしょ。やっぱこのロングロッドなんですけど、ブルースナイパーシリーズではこの大きいジャークが非常にやりやすいですね。腕の負担も少なく大きく広範囲に見せることができます。80g が一番しゃくりやすいんですけど、もう全然 105g でもストレスなくしゃくれますね。で次は 85g ですね。こちらのジグでやってみます。やっぱこれぐらいまでのジグが一番しゃくりやすいですね。 80g ぐらいまでが。今 85g 投げてますね。これだとやっぱ軽い力ですごくジグが飛んでいってくれるので、1日やってても体への負担はかなり軽減されると思います。105g やった時と比べると反発がこっちの方がやっぱ効いてますね。 105g よりも全然105もできるんですけど、やっぱ、この辺りがベストかなという感じはあります。いろんなジャークするならですね。はい、次はジグの 60g を投げてみます。ブルースナイパーシリーズ共通しているのが、この軽い力でジグが飛んでいってくれるので投げるのがすごく楽になってますね。で弾道も低いので風の影響も受けにくいんで、余計なスラグが出ないでもすぐこうアクションに移行できますよね。